皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国で法案作りが進められている歴史歪曲禁止法とその処罰法案について取り上げていきます。日本と韓国の間には様々な歴史的な出来事がありましたが、その中においても韓国が非常に重要視しているのが日本統治時代のことについてです。日本統治時代というのは韓国にとってはまさに暗黒時代であったというのが韓国政府の基本的な考え方で、その基本的な考え方に基づいての反日教育というのが子供の頃から大人になるまで延々と繰り返されてくるというのが韓国の教育政策です。しかし、そういった状況にもかかわらず、近年では韓国国内で韓国の歴史研究者などを中心にして日本統治時代に一体何があったのかを自分たちで調べ、そして自分たちの行っている反日教育というものに嘘や創作が紛れているということについて指摘するような本というのが韓国国内でベストセラーになりました。このように情報化社会というのは様々な情報を発掘し、それが拡散されやすい時代です。しかし、このような動きそのものは反日教育をより進めていきたい韓国政府にとっては目障りな動きに過ぎません。ですから今回は自分たちが行っている反日教育の嘘や創作といったものが多くの人々へと拡散しないようにするために、日本統治時代について肯定的な意見を言う人たちに対して処罰的な行動ができるような法律そのものを作ってしまうよという動き、この動きについて取り上げていきます。それでは関連ニュースをどうぞ。ムン・ジェインが進める歴史歪曲禁止法。日本が好き、反日教育は嫌いで刑務所へ。植民地時代朝鮮も発展した発言もアウト。韓国で日本を支持し、日本の立場に立った発言をすると刑事罰を受けることになりそうだ。親ムン・ジェイン政党の共に民主党は、日本の植民地時代や戦争を肯定したり、同調したりする発言を禁止する法案の成立を進めている。韓国より日本が好き、反日教育は嫌いだ。植民地時代朝鮮も発展したなどと発言したら、刑務所に入れられるのだろうか。10月27日、ソウル人権高校の生徒だったサイさんは、学校を相手取った懲戒処分取り消し要求裁判で勝訴した。サイさんが人権高校に在学していた昨年10月、一部の教師が生徒に対して反日と日本製品不買運動のポスターを制作するよう指示を出し、また校内マラソン大会でそのポスターを掲げてノー安倍などの反日スローガンを叫ぶよう強要した。サイさんら一部の生徒は反発したが、教師から侮辱的な言葉を受け、また個別面談で圧力をかけられたという。今回の事件は韓国の中学や高校で行われている反日教育と、学校が生徒の思想の自由を奪っている実態を赤裸々にした。教師は中立的教育を最優先するべきで、愛国心の鼓舞はまだしも、反日教育は憎悪を植え付けるだけである。しかし、韓国の中学や高校を卒業した人たちは、全教祖に所属する教師から反日教育を受けた経験を持つ。全教祖の教師たちは、親睦と反日、反保守思想という自分たちの偏った思想を授業時間に生徒たちに注入しており、韓国社会で論争が起きているのだ。日本政府が韓国をいわゆるホワイト国リストから除外し、韓国で日本製品不買運動と反日行動が拡散した昨年9月のこと、全教祖は3学期の始業に合わせて記者会見を行って、日本の経済侵略、歴史歪曲を正しく知る授業を宣布すると述べ、朝鮮人徴用工の賠償問題と不買運動に関する授業を行うと明らかにした。全教祖はまた安倍内閣の韓国に対する輸出規制の決定を盗っと武々しい極地と批判し、未来世代を育てる教育者の役割をやり通すと反日教育の継続を宣言。また学校内に残る親日派の残滓を清算すると強調した。生徒がナショナリズムや偏向的ではない多様な思考を持つことは許されない。多様な考えを許さない北朝鮮社会、親日的な行動を一切許容しないムン・ジェイン大統領や支持者と全教祖、これらが重なって見えるのはなぜだろうか。深刻な問題はまだある。反日教育に反発し、日本が正しいと発言すると、懲役刑を受ける可能性が浮上した。民主党は歴史歪曲禁止法の成立に拍車をかけている。10月27日、民主党は歴史歪曲処罰法 5.18 広州民主化運動に関連する虚偽の事実を流布する行為を厳しく処罰する法案、別名歴史歪曲処罰法などの法案を党の方針として国会で通過させると明らかにした。同法は 5.18 民主化運動を否認や歪曲、捏造したり、
また関連団体を構成したりすると7年以下の懲役に処するといった内容が盛り込まれている。 5.18 民主化運動とは1980年5月18日全羅南道の広州市で市民が軍人から弾圧を受けて死亡した悲劇的な事件で、民主党はアメリカの独立記念日になぞらえて重要視してきた。歴史歪曲処罰法が成立すると、同法案を含む歴史歪曲禁止法も成立する。今年6月、民主党議員が中心となって発議した法案である。同法案には、新聞、雑誌、テレビ、その他の出版物または情報通信網を利用し、展示会、集会などで日本帝国主義の国権侵奪と植民統治を称賛、正当化、支持し、日本の戦争犯罪を否認、または著しく縮小、軽視する行動をとり、また日本の植民統治を擁護する団体の活動を行うと、7年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処するという一文がある。これは例えば、日本の植民地時代は、鉄道や西洋式建物ができるなど経済的な発展があったと発言しただけで、刑事処罰を受ける可能性があるのだ。もちろん韓国に帰化した日本人も逃れられない。国民の表現の自由を抹殺する北朝鮮の金正恩の最悪な独裁社会とどこが違うのだろうか。まず最初に指摘しておかなければならないことがあります。それは歴史の歪曲禁止法案や処罰法案というその法案のタイトルには、歪曲しちゃいけませんよ、歪曲した発言などをすれば逮捕しますよ、処罰しますよとなっているわけですが、そもそも論として歴史を歪曲しているのは韓国政府です。その歴史を歪曲し、そしてその上で子供たちに反日教育を行っているのも韓国政府です。そして自分たちの歪曲した歴史に基づいて様々な思想を植え込んだ上で、それでもなお日本統治時代においては様々な出来事があり、その様々な出来事の中にはインフラ整備が進んだであるとか、工業や農業についての発達が見られたといった話などをするのは許さないというのが韓国政府のやり方なわけです。しかもその許さないというのがこれまでは人々の間におけるあの人は親日派だといったようなレッテル張りなレベルではなく、法律によってこれを裁こうというのがさらに一歩進んだ反日教育の進んだ姿だと言えます。韓国のこのような行為というのは別に今に始まったわけではなく、むしろ昔から継続的に行われてきました。しかし近年になっては日本側が日韓基本条約に基づいてもう問題そのものは解決したんだからいい加減こうなるのはやめなさいという態度を取り始めたために、韓国国内においても少し見直せざるを得ないのではないかといった政権に対する批判的な立場というものも出てきています。これらの考え方について国内を統治するために許さない処罰し取り締まるというのが韓国政府の言論弾圧の実態だと言えます。ですから、今回の法案というのは、そもそも論として歴史を歪曲しているのが韓国政府にあるにもかかわらず、歴史を歪曲するとは許さんと、その歪曲している本人が一般国民を取り締まっていこうというなかなか無茶苦茶な法案なわけです。そして記事の中で指摘されていますが、こうしたムン・ジェイン政権、そして韓国の歴代政権のやり方というのは、基本的には北朝鮮と対して変わるものではありません。自分たち政府の言っていることというものを正当化する、そのための教育というものがあり、その上で、それでもなお反抗的もしくは違う意見を言うようであれば処罰するという法案を作る、そこまで言ってしまうのが韓国の根深い歪んだ正義心の表れだと言えます。このように韓国政府が歴史を歪め、その歪んだ歴史観を基づいて反日教育を行い、それに基づいて韓国政府が日本に対して強く出てきて、被害者であるかのように振り舞い、そして賠償や謝罪というものを永遠と求め続けているといった、こういった事実について知らなければ、現在のように日韓関係が冷え切っている時に日本政府の側がいい加減に大人になるよといったような間違った批判というものを国内でも巻き起こしてしまいます。日本国内においては、国際関係において摩擦を起こすこと、これ自体が悪いことだという人たちがいますが、しかし、相手がおかしいのであれば、それに対しておかしいと言い、それに対して毅然とした対応を取るというのは何ら間違った行為ではありません。
そして相手側がなぜおかしな行動をしているか、その原理やその法則について知っておくということは非常に重要なことだと言えるでしょう。今回の歴史歪曲法案や処罰法案というものが本当に可決するのかといったところは微妙なところなようですが、しかし与党側の議員の中でこうした意見を言う人たちがいるからには、法案それ自体が成立する可能性がゼロというわけではありません。そしてこのような法案を通そうとしている議員というものが存在する以上、それらを支持する人々が彼らに投票行動をしているということを決して忘れてはいけません。日本国内にはこうした法案の動きというのが出てきても、必ずようにそのような過激なことを言っているのはどうせ一部の人でしょという人たちがいるわけですが、それは韓国を見誤った行為だと言えます。韓国における歴史歪曲を行っているのは決して一部の人ではなく、政府の中においてみんなが考えた結果として歴史歪曲を行い、その間違った歴史歪曲の内容というものを反日教育として子供たちに教えている。このような構造的な問題がある以上、韓国の行っている反日行為というのは基本的には一部の人ではなく、多くの国民の加担によって行われている行為だということが現実の姿なのです。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして次の動画でもまたお目にかかりましょう。またね。